レッスン181、幸せの秘訣は何か。ねえ、アンナ、幸せの秘訣は何ですか？まあ、それはたくさんの質問ですね。ええ、そうだと思います。しかし、私は本当に好奇心が強いです。何が人を幸せにするのか。まあ、いろんなことが人を幸せにすると思うよ。しかし、確かなことが一つあります。あれは何？お金では幸せは買えない。本当ですか？つまり、人を幸せにするものをたくさん買うことができるということです。ええ、でもそれは一時的なものです。真の幸福は物質的な所有物からではなく、内面から生まれます。考えさせられるね。多分私は内なる幸せに焦点を合わせ始めるべきでしょ間違いなく。よく言われることですが、幸せは伝染するものです。喜びを広めよう。君の言う通りだ、幸せを広めよ計画みたいだね。レッスン182、新しいアパートはどう？やあアンナ、新しいアパートはどう？素晴らしい、ジョン。やっと自分のスペースができたような気がします。それはすごい。どんなところが好きですか？自然光がたっぷり入る大きな窓は間違いありません。ああ、やっと溜まった埃が全部見えるようになったの？ねえ、見て。でも真面目な話、目覚めると携帯電話の眩しさではなく自然光で目が覚めることができて本当に良かったです。ええ、想像できます。そして、あなたは自分のキッチンを持つことが大好きだと思いますよね。絶対に。料理がめちゃくちゃになった。今は基本的にミシュランの星を獲得したシェフです。まあ、それならいつか食事に来ないといけない。いつでも歓迎するよ。ジョン。派手な装飾などは期待しないでください。心配しないで、アンナ。食事のためだけに来ました。レッスン183、すべてのものが対になっていることに気づいたことがありますか？ねえ、アンナ、すべてがペアになっていることに気づいたことがありますか？どういう意味？まあ、考えてみて。二つの目、二つの耳、二つの手、二つの足。私たちの肺と腎臓でさえも対になっています。ええ、それは本当です。しかし、なぜそれが面白いのでしょうか？わからないけど、すべてが二つに分かれているように見えるのは私にとって面白いです。宇宙には対称性があるみたいだ。そうだと思います。しかし、それは私たちの体だけではありません。靴、手袋、イヤリング、靴下など、ペアで提供されるものはたくさんあります。正しい、そして、塩コショウ、ピーナッツバターとゼリー、そしてバットマンとロビンを忘れないでください。さて、今はただ馬鹿げているだけです。仕方がない。ナンバーには私にとってとても面白いです。
正直に言うと、ペアで出てくるものには何か満足感があります。ちょうどいい感じです。まさに。まるで、私たちはすべてを2つ持つはずだったようです。ちょっと行き過ぎだと思うよ、ジョン。多分君の言う通りだ。でもね、少なくとも人生の些細なことには感謝できますよね。そうだと思います。すべてを2つに数え始めない限り。レッスン184、学校の初日はどうでしたか？ねえ、アンナ、学校の初日はどうだった？少し圧倒されました。覚えていたい新しいクラスや先生がたくさんいます。心配しないで、アンナ。きっとすぐにコツをつかむでしょう。そう願うよ。でも今は迷子になった子犬のような気がします。さて、解決策があります。極秘任務の秘密捜査官になりすましてすべてのクラスから情報を集めて本部に報告する必要があります。それはかなり独創的な解決策だ、ジョン。それに、学校がもっと楽しくなると思いませんか？ええ、そうだと思います。でももし捕まったら？君が秘密捜査官として取るのは危険だ、アンナ。ただし、万が一捕まったら、すべてを否定することを忘れないでください。それはあまり良いアドバイスではないと思うよ、ジョン。OK、大丈夫。基本にこだわりましょう。授業では注意を払い、メモを取り、昼食を持参することを忘れないでください。ありがとう、ジョン。それははるかに実践的なアドバイスです。いつでもいいよ、アンナ。あなたは一人ではないことを覚えておいてください。私たちはみんな一緒にこのシークレットエージェントの任務に参加しています。レッスン185、いつか結婚することを考えたことはありますか？ねえ、アンナ、いつか結婚しようと思ったことはありますか？ええ、あります。しかし、適切な人を見つけるのは大変な作業のように思えます。言いたいことはわかるよ。しかし、私にはそのための解決策があります。ああ、本当に？あなたの解決策は何ですか？怠惰な人のための出会い系アプリを作るべきです。左右にスワイプする代わりに、はい、興味があります、または、いいえ、興味がありませんというボタンをクリックするだけです。それは実際にはかなり良い考えです。しかし、どうやってお金を稼ぐのでしょうか？簡単。はいボタンには料金を請求し、いいえボタンには無料で提供します。そんな風には機能しないと思うよ、ジョン。ねえ、試してみる価値はあります。そして、もしかしたら私たちがデートの世界で次の大物になるかもしれません。疑わしいが、面白い考えだ。でも真面目な話、適切な人を見つけるには時間と労力がかかると思います。しかし、最終的にはそれだけの価値があります。私も同感です。そして、うまくいけば、いつか私たち二人が適切な人を見つけるでしょう。疑いの余地はないよ、アンナ。スワイプし続ける必要があります。
つまり、はいボタンをクリックするということです。レッスン186、最近、古くからの友人と話したことがありますか？ねえ、アンナ、最近昔の友達と話した？実は、そういえば、小学生の頃の親友とはもう何年も話していません。彼女に電話した方がいいよ。昔に追いつきましょわからない。ジョン、もし彼女が私のことを覚えていなかったら？あなたが誰なのか彼女に伝えてください。それでも覚えていない場合は、他の誰かのふりをしてください。それはひどいアドバイスだ、ジョン。OK。もっといい考えがある。彼女が電話に出たら、あなたのお気に入りのクラスメートの私ですと言ってください。そうすれば、彼女はあなたが誰であるかを正確に知ることができます。ちょっと安っぽいけど、好きだよ。ねえ、誰かを笑わせるにはちょっと安っぽくしないといけない時もあるよ。そうだね。ジョン、今から彼女に電話するよ。頑張って、アンナ。そして、他のすべてが失敗した場合は、長い間行方不明だった親戚のふりをすることを忘れないでください。レッスン187、最近、旅行に行ったことはありますか？ねえ、アンナ、最近旅行に行ったの？ええ、先月ハワイに旅行に行きました。ハワイ、すごいですね。どうだった？計画通りに進まなかったとだけ言っておきましょう。何が起きたの？手始めに、私のフライトは6時間遅れました。そして、ついにハワイに着いたとき、ずっと雨が降っていました。それは残念だ。少なくとも楽しいことはできましたか？そうでもない。私がしたのはパイナップル農園を訪れることだけでした。そして、それでも少し圧倒されました。パイナップル農園。それは最もエキサイティングなことのようには思えません。ええ、それについて教えてください。でも一番良かったのは、ツアーガイドがパイナップルの産地はここだと言った時でした。そして、まさか、スーパーから来たと思ったと返答したかっただけです。笑えるよ、アンナ。少なくともあなたにはユーモアのセンスがあります。ええ、そういう状況ではユーモアを見つけないといけません。さて、次の旅行はずっと良くなると思います。そう願うよ、ジョン、そう願うよ。レッスン188、人生でもっと必要だと感じたことはありますか？アンナ、人生でもっと必要だと感じたことはありますか？もっと何？ただ、もっとワクワクして、もっと冒険して、もっと充実して。誰もがいつかそのように感じていると思います。しかし、具体的にはどういう意味ですか？わからないけど、毎日同じ日課をこなす以上のことが人生にはあるはずだと感じているんだ。言っていることはわかります。
しかし、時には小さなことが人生をよりエキサイティングにしてくれることもあります。どんな感じだ？新しいレストランを試したり、新しい近所を探索したりするようなものです。または、新しい趣味やアクティビティを試してみることもできます。あなたの言う通りだと思います。でも時々、もっと大きなもの、もっと意味のあるものが必要だと感じることがあります。ボランティアをしたり、自分が情熱を注いでいる活動に参加したりすることを考えたことはありますか？そんなこと考えたことなかったよ。でも、時間があるのか、エネルギーがあるのかわかりません。それは理解できますが、大きな変化をもたらすために何か大きなことをする必要はありません。小さな親切な行為でも大きな影響を与えることがあります。わかるでしょ、アンナ。君の言う通りだ。世界でもっと良いことをすることに集中する必要があるのかもしれません。それは素晴らしい考え方だね、ジョン。そして、もしかしたらその道中でエキサイティングな冒険が待っているかもしれません。私はその音が好きです。外に出て、世界でもっと良いことをしよう、アンナ。私は賛成よ、ジョン。世界をより良い場所にしていきましょう。小さなことを一つずつ言っていきましょう。レッスン189、初めて自転車に乗った時のことを覚えていますか？ねえ、アンナ、初めて自転車に乗った時のことを覚えていますか？ええ、そうです。最初はとても緊張していましたが、その後はとても楽しかったです。初めて自転車に乗った時のことを覚えています。私はそれが下手でした。何度も転んだんだ。ええ、最初は大変かもしれません。しかし、一度コツをつかむと、とても気持ちがいいです。間違いなく。でも、初めて一輪車に乗ろうとした時のことを覚えていますか？私は一輪車に乗ったことがない、ジョン。本当に？誰もが一度は試したことがあると思っていました。いいえ、試したことすらありません。まあ、あんまり見逃してないよ。自転車に乗るよりずっと大変です。想像することしかできません。でも真面目な話、新しいことに挑戦するのは楽しいものです。たとえそれが一輪車に乗るような小さなことであっても。私も同感です。自分の快適ゾーンから出て、たまに何か新しいことに挑戦することが重要です。次は二人で一輪車に乗ってみようかな。ああ、それは面白いはずだ。レッスン190、メガネをかけたことはありますか？ねえ、アンナ、メガネをかけたことはありますか？ええ、あります。なぜ聞くの？買おうかと思ってたんだけど。彼らは人々をより賢く見せると思いますか？それについては知らないよ、ジョン。着る人にもよると思います。あなたの言う通りだと思います。でも、彼らは人をより洗練して見せてくれるといつも思っていました。多分それはあなたが彼らを教授や図書館員と関連づけるからでしょう。それは本当です。でも、大きくて分厚いフレームを身につけている人はどうでしょうか？
ちょっとオタクっぽく見えませんか？すべては個人的なスタイルに帰着すると思うよ、ジョン。厚みのあるフレームを引っ張っておしゃれに見せることができる方もいらっしゃいます。ええ、あなたの言う通りだと思います。いろいろなスタイルを試して、どれが自分に合っているか見てみないといけないかもしれません。もしかしたら、もっと賢く見えるかもしれません。ねえ、その部署でできる限りの手助けをするよ。レッスン191、何かを失った。ねえ、アンナ、何かを失くして何時間もかけて探していたのに、目の前で見つけたことがありますか？はい、私たちは皆そこに行ったことがあると思います。先週それをしたばかりです。携帯電話をなくし、見つけようとしてアパート全体を壊してしまいました。しかし、それがずっとポケットに入っていたことに気づきました。それは私にも起こりました。脳が自動的にどこか別の場所にあると思い込んでいるようなものです。まさに。そして、探していたものをようやく見つけたとき、少し馬鹿げていると感じることがあります。でもどんなに馬鹿げていると感じても、ようやくそれを見つけるのはいつも安心です。そして、目の前にあるものを探しているのに、それが見えないだけだと、さらに悪いことになってしまいます。言いたいことはわかるよ。何かを探していると、脳が止まってしまうような気がすることがあります。幼稚園に戻ってアイスパイのゲームをして観察力を磨く必要があるようなものです。ねえ、多分それはそれほど悪い考えではないでしょう。紛失したアイテムを見つけるのに楽しい方法かもしれません。ええ、それでゲームを作ることもできます。アイスパイ、ザロスト&ファウンドエディション。今、何か企んでるんだね。ジョン、新しいトレンドを始めましょう。レッスン192、ただで何かを配ったことはありますか？ねえ、アンナ、ただで何かあげたことある？ええ、あります。なぜ聞くの？古着を何枚かプレゼントしようと思っていたけど、欲しい人がいるかどうかわからない。わからない。ジョン、ある人のゴミは別の人の宝です。そう願うよ。でも、誰かが欲しくないものをあげたらどうなるの？そうすれば、いつでもそれをボロボロとして使ったり、慈善団体に寄付したりできます。それは本当です。しかし、本当に価値のあるものを誤って渡してしまったらどうなるでしょうか。それなら後悔するかもしれないよ、ジョン。何を送るか気をつけないといけないと思うよ。でも、誰かに何かを無料であげて、一日を過ごすのはいいですね。そうでしょう。さらに、必要のないものを整理して取り除くことは常に良いことです。ええ、それでいいカルマがもらえるかも。または、少なくとも、よりクリーンなクローゼット。レッスン193、子供の頃の家に戻ったことはありますか？ねえ、アンナ、何年も経って子供の頃の家に戻ったことはありますか？
はい、あります。物事がどのように変化したかを見るのはいつも面白いです。近いうちにやってみようと思っています。全部同じに見えるかしら。君にそれを打ち明けるのは嫌だ、ジョン。物事はおそらく君が覚えているのと全く同じには見えないだろええ、わかっています。でも、少し懐かしさを感じることはいつでも期待できます。それは本当です。もしかしたら、忘れていた隠された宝物が見つかるかもしれません。それはいいですね。でも、昔の近所に出くわして見分けがつかないのが少し心配です。覚えているふりをして、あまり具体的な質問をされないようにしましょう。いい計画だ。それに、昔の思い出を蘇らせることもできるかもしれない。それが精神だよ、ジョン。過去に迷子になりすぎないようにしてください。約束はしないよ。あんな約束はしない。レッスン194、立ち止まって人生の意味について考えたことはありますか？ねえ、アンナ、立ち止まって人生の意味について考えたことはありますか？ええ、あります。でも、あまり考えない方がいいと思うこともあります。言いたいことはわかるよ。かなり深くて圧倒されることがあります。さらに、人生はそれなりに複雑です。混乱を助長する必要はない。それは本当です。しかし、この惑星での私たちの目的は何なのか不思議に思ったことはありませんか？さて、ジョン、私たちの目的はピザを食べて楽しい時間を過ごすことだと思います。アンナ、あなたの考え方が好きよ。でも真面目な話、私たちの目的はただ人生を楽しみ、ここでの時間を最大限に活用することだと思います。そうだね。人生は短いので、自分を幸せにするものに集中すべきです。まさに。そして、他のすべてが失敗しても、覚えておいてください。笑いは最高の薬です。それ以上は同意できないよ、アンナ。人生を笑いながら生きていきましょレッスン195、子供を持つことを考えたことはありますか？う。ねえ、アンナ、子供を持つことを考えたことはありますか？ええ、あります。でも、そういう責任を負う覚悟はできていないんだ。言いたいことはわかるよ。しかし、彼らが私たちの生活にもたらすすべての喜びと笑いを考えてみてください。それは本当です。しかし、それらはまた多くの混乱をもたらします。ええ、聞いたことがあります。しかし、私たちが目撃する可愛くて面白い瞬間をすべて考えてみてください。それは本当です。しかし、もし彼らが小さなモンスターであることが判明したらどうでしょうか。そうなると、優れた行動変容技術に投資するだけでいいのです。ジョン、君の考え方が好きだ。それに、私たちが遊べるおもちゃも全部考えてみてください。楽にはならないよ、ジョン。ごめんなさい、アンナ。楽しい冒険になると思うよ。そうだね。
それは間違いなく冒険でしょう。でもとりあえずおばでいることにしようと思います。アンナ、自分に会いなさい。もっとおもちゃをください。レッスン196、最近、仕事でストレスを感じていますか？ねえ、アンナ、最近仕事でストレスを感じていませんか？ええ、プレッシャーはかなり強かったです。いつまでついていけるかわからない。言いたいことはわかるよ。でも、人生でレモンをくれたら、レモネードを作れって言われることはわかるでしょ。そういうのは簡単だよ、ジョン。私の上司が首を絞め殺すなんて気にしなくていいよ。確かに、でも解決策があります。上司が面白い服を着ているところを想像してみましたか？どういう意味？ピエロのスーツやチュチュを着た彼を想像するようなものです。馬鹿げた衣装を着ている人を描いていると、誰かを真剣に受け止めるのは難しいです。それが役立つかどうかはわかりませんが、試してみる価値はあります。私を信じてください。うまくいきます。それでもうまくいかない場合は、いつでもサプライクローゼットに数分間隠れてみてください。それが上司にうまく伝わるとは思えない。確かにそうですが、数分間の平和と静けさを味わうにはそれだけの価値があるかもしれません。わかるでしょ、ジョン。あなたは何かに取り組んでいるかもしれません。ほら、助けられるって分かってただ、状況が厳しくなると、厳しい状況も馬鹿げたものになるということを覚えておいてください。レッスン197、コンピューターがクラッシュしました。やあアンナ、どうしたの？イライラしているようだね。コンピューターがクラッシュし、すべての作業内容が失われました。まあ、少なくとも休憩してソリティアをプレイする口実があります。私の上司はきっとその言い訳を気に入るでしょう。または、いつでもウイルスのせいにすることもできます。こいつらは卑劣だ。私の上司もあれは買わないと思うよ。ええ、あなたはおそらく正しいでしょう。しかし、明るい面としては、少なくともこの機会にコーヒーを飲みながら1分間リラックスすることができます。そうだね。ジョン、たまには休憩して頭をすっきりさせるのもいいですね。まさに。もしかしたら、パソコンに昼寝が必要だったのかもしれません。テクノロジーはそういう風には機能しないと思うよ、ジョン。ねえ、あなたは決して知りません。次のアップデートで新機能になる可能性があります。疑わしいけど、いい考えだね。ほら、あなたを元気づけられるって分かってた。さあ、コーヒーを飲みに行こう。レッスン198、新しい寿司屋を食べたことがありますか？アンナ、通りを下った新しい寿司屋を食べたことはありますか？いいえ、していません。何かいいことある？すごい、すごい。今まで味わった中で一番美味しい巻き寿司を食べました。本当に？何が入ってた？まあ、それは、
ファイヤークラッカーロールと呼ばれていました。エビの天ぷら、アボカド、スパイシーなマヨネーズ、そしてよくわからない秘密の材料が入っていました。秘密の材料は？それは何なのかしら。多分彼らはそこにちょっとした魔法をかけているのかも。そうに違いありません。自分で試してみて、魔法を味わえるかどうか確かめないといけません。私を信じて、アンナ。がっかりすることはないでしょう。実際、私はすでに次の訪問を計画しています。レッスン199、私の狂ったおじ。アンナ、海賊だと思っている狂ったおじのことを話したことある？何、海賊？彼は海賊のコスチュームを着て、眼帯をつけて肩にオウムをかぶっています。それは面白い。彼は本当に自分が海賊だと信じているのか。よくわからないが、彼は間違いなくそのように振る舞う。彼は面白い海賊なまりで話し、裏庭には海賊船もあります。それはかなりのキャラクターです。彼と海賊の冒険に行ったことはありますか？実は持ってる彼は私といとこたちを裏庭で宝探しに連れて行ってくれました。馬鹿げていましたが、楽しかったです。それはとても楽しそうですね。次は私を招待しないといけません。アホイメイティ。次の宝探しに海賊クルーの仲間入りを歓迎します。レッスン200、今夜、夕食に出かけますか？ねえ、アンナ、今晩夕食に出かけない？確かに、それは素晴らしいアイデアのように思えます。どこに行きたい？通りにオープンしたばかりの新しいイタリア料理店はどうですか？パスタ料理が素晴らしいと聞きました。私はずっとその場所を試してみたいと思っていました。でもパスタだけじゃなくて、デザートも食べないといけません。私も同感です。デザートは何を考えていますか？チョコレートラバケーキをシェアするのはどう？それは私の弱点です。君は甘党だね。仕方ないよ、チョコレートは美味しすぎる。わかった、でもパスタを入れるのに十分なスペースを確保しなきゃ。夕食をデザートに任せるわけにはいかない。心配しないで、メインコースのためにスペースを確保しておきます。炭水化物とチョコレートを食べに行きましょう。チャンネル登録へようこそ。また、他のチャンネルからの複数の言語もサポートしています。